こんにちは。ゼロから宅建士第10回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は重要事項説明の基本ルールを学びました。誰が、いつ、どうやって説明するかでしたね。今回はその続きで何を説明するのかを扱います。35条書面に書く主な記載事項を整理します。特に売買と貸借の違いに注目していきましょう。まず全体の見取り図を持ちましょう。35条の記載事項は大きく2つに分けられます。1つ目は物件そのものに関する事項です。登記や法令上の制限、災害リスクなどです。2つ目は取引条件に関する事項です。お金や契約の解除に関する事項などです。この2つの箱に事項を仕分けていきましょう。そして、売買か希釈かで説明する項目が変わります。全部を丸暗記するより分類が近道です。はじめに、物件に関する事項を見ていきます。登記は誰が権利を持つかを示す情報です。まず、登記された権利の名義人と内容を説明します。次に、都市計画法などの法令上の制限です。土地や建物の使い方を縛る広報上の制限です。続いて、私道の負担に関する事項です。この私道負担は、建物の貸借では説明不要です。さらに、水道や電気、ガス、排水の整備状況です。これらは、暮らしに直結する大切な情報です。建物についてはいくつか追加の事項があります。未完成の物件なら、完成時の形や構造を説明します。図面などを使って出来上がりの姿を示します。中古の建物なら、建物状況調査の結果を説明します。これは、専門家が建物の状態を調べる調査です。調査を実施したかどうか、その概要を伝えます。調査の結果は、契約後のトラブル防止に役立ちます。また、石目の調査記録があれば、その内容も説明します。古い建物では、耐震診断の内容も対象になります。災害に関する説明も、近年とても重視されています。まず、造成宅地防災区域の内か外かを説明します。次に、土砂災害警戒区域に入っているかどうかです。津波災害警戒区域についても同じく説明します。そして水害ハザードマップでの位置を示します。市町村が配る水害の想定図での場所を伝えます。危険を知った上で判断してもらうためです。売買でも希釈でも災害の説明は必要です。続いて取引条件に関する事項です。まず、代金や借賃以外にやり取りするお金です。手付金などの額とその目的を説明します。次に、契約の解除に関する定めを説明します。どんな時に解除できるかをあらかじめ示します。損害賠償額の予定や違約金の定めも対象です。違約金はあらかじめ決めておく賠償の額です。さらに、ローンの斡旋の内容も説明します。ローンが不成立の時の措置も合わせて伝えます。お金を守る保全措置についても説明します。まず、手付金等の保全措置の概要です。これは、売買の時に問題となる事項です。業者が受け取る手付金などを保全する仕組みです。次に、支払金や預り金の保全措置の有無です。保全するかどうか、する場合はその概要を伝えます。保全の有無は、安心して取引するための情報です。どちらもお客さんのお金を守るための説明です。次に、貸借に特有の事項を見ていきます。まず、契約期間と更新に関する事項です。いつまで借りられ、更新できるかを説明します。次に、支給など契約の終わりに清算するお金です。退去の時に、
いくら戻るかは気になる点ですね。また、その物件を使うときの用途の制限もあります。建物の月借では、台所や浴室などの設備も説明します。定期借家や定期借地なら、その旨も必ず伝えます。ここで、売買と貸借の違いを整理します。売買は所有権の移転、貸借は使用の設定です。私、道の負担は建物の貸借では説明不要でした。手付金の保全措置は売買で問題になります。敷金の清算は貸借の時に説明する事項です。契約期間や更新も貸借に特有の事項です。借りる人向けの情報と考えると覚えやすいです。この違いを表でしっかり押さえておきましょう。マンションにはさらに特有の事項があります。マンションは区分所有建物とも呼ばれます。まず、建物の規約や使用の制限の定めです。次に、管理費や修繕設立金の額を説明します。毎月の負担がいくらかは大事な判断材料です。額を知らずに契約すると後で驚くことになります。また、管理を委託している相手も説明します。貸借の場合は、主に管理の委託先を説明します。間違えやすい点を確認しておきます。供託書などの説明は35条の記載事項とは別扱いです。これは契約の前に口頭で伝えれば足ります。供託書等の説明は宅建士でなくても行えます。重要事項の説明そのものは宅建士が行います。書面を交付し、口頭でも説明するのが原則でした。35条書面と次回学ぶ37条書面は別のものです。何を書くかが違うので混同しないようにしましょう。今日のポイントを表でまとめます。物件の事項は登記や法令制限、災害や設備です。取引の事項は金銭や解除、保全やローンです。貸借に特有なのは期間更新や敷金、用途の制限です。渡し道負担や保全措置は売買を中心に問われます。この4つの軸で頭の中を整理しましょう。石を思い出せれば多くの問題に対応できます。ここで今日のクイズです。35条の記載事項について正しいものはどれでしょう？ A は渡し道負担を建物の貸安でも必ず説明するです。B は手付金等の保全は主に売買で問題になるです。C は水害ハザードマップの説明はもう不要です。少し考えてみてください。正解は B です。手付金等の保全措置は売買で問題となる事項です。A は誤りで、建物の貸借では渡し道負担は説明不要です。C も誤りで、水害ハザードの説明は今も必要です。今日のまとめです。記載事項は量が多く感じるかもしれません。35条の記載事項は物件と取引条件の2つでした。物件では登記や法令制限、災害リスクを説明します。取引条件では金銭や解除、保全措置を説明します。そして売買か貸借かで項目が変わりました。渡し道負担や敷根の清算などがその代表例です。違いを軸に記載事項を整理しておきましょう。次回のテーマは37条書面です。これは契約が成立した後に交付する書面です。何を書くのか35条との違いを整理します。記名のルールや電子交付についても学びます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。